こんにちは。名匠たちの厨房チャンネルです。このチャンネルでは日本料理の匠の厨房に入り込み、プロの技、お料理の作り方をポイントを交えながらご紹介していきます。今回はお祝いの席を華やかに彩るタイの姿作りです。本日は伊香保温泉の高級旅館会長楼の渡辺料理長が佐渡島産のマダイをさばいていきます。調理はご覧の7ステップです。ではまずは下処理から。はじめに鱗を取ります。鱗が残るとさばくときに包丁が入りづらくなるので、お腹の下やエラの周りなど特に丁寧に取り除いていきます。飛び散るので袋や新聞紙に入れ、まずは全体を大まかに取り、袋ごと処分します。もう一度鱗取りでしっかり鱗を取り、さらに包丁を使い、エラの付け根などの細かい部分の鱗も隅々まで取ります。手で持った時に魚の上側は包丁の先端を使い、下側は引っかかりやすいので包丁の柄の後ろ側を持ち、刃の角を使うと取りやすいそうです。次にエラを取ります。エラ蓋を開いてエラと身を切り離し、包丁を返すようにしてエラを抜き取ります。この時に反対側のエラ蓋が傷つきやすいので気をつけましょう。また、顎の付け根が外れないようにします。次に内臓を取るため隠し包丁を入れていきます。魚の右側面の胸びれの下から斜めに切り込みを入れます。ここから内臓を取り出します。このタイには卵も入っていました。この時苦みが出るので、丸で囲ってある胆のうは潰さないように気をつけましょう。内臓を取り除いたら浮き袋を包丁で切り開きます。中に血合いが入っているのでささらを使いきれいに洗い流します。血合いがなくなるまでしっかりと洗いましょう。では3枚におろします。胸びれの下から斜めに包丁を入れて、背中から骨に沿っておろしていきます。尾の部分にも切り込みを入れます。普通はこのままおろしてしまいますが、姿作りで使う場合は頭を残すので、いっぺんにおろしてしまうと裏側をおろすときに魚が安定せずおろしにくくなってしまうため、まず半分まで包丁を入れたら裏返します。
先ほど入れた隠し包丁のところから表と同じように斜めに包丁を入れて尾の部分にも切り込みを入れます。お腹から骨に沿って包丁を入れていきます。7、8割まで入ったら再度表に返します。表側の残りを骨に沿って切り落としていきます。もう一度返し、裏側の残りを下ろします。次は魚の骨を取り、柵にしていきます。腹の身が薄くならないよう気をつけながら腹骨を取ります。柵取りし、中骨を取ります。次に皮を引きます。よく研いだ切れる包丁を使い、何度も練習を重ねることで薄く引けるようになるそうです。皮を下にしておき、尻尾側の端に皮を切り落とさないようギリギリまで切り込みを入れます。そこから包丁を斜めに傾け、身と皮の間に包丁を入れ、左手で皮を引っ張りながら滑らせるように切ります。この時になるべく皮を薄く引いて赤い部分を残すと盛り付けた時に綺麗に見えます。それでは土台作りです。魚が主役になるので、お皿は絵がついていない派手でないものを選ぶようにしているそうです。今回は青磁のお皿を準備しました。こちらは土台となる大根です。魚を支えられる大きさに合わせ、大根をこのような形にカットし、竹串を刺します。鯛を立てていきます。鯛の頭と尻尾が立つようにセットします。おこのりという海藻を使い、土台の大根を隠します。また、魚の骨はつまで隠していきます。この後盛り付ける刺身が沈み込まないよう、つまがふっくらとなるように乗せるといいです。後で飾り付けることも考え、お皿の手前1/3分の1くらいは開けておくようにします。
では刺身を引いていきます。なるべく同じ形になるように切り、刺身は身の先端を少し折って角を立てながら扇形に盛り付けていくと立体感が出ます。今回のような大きい器に盛るときはこまごま小さめに切ってしまうとバランスが悪いので、ある程度大きめに切ります。飾り付けのために何枚か薄く切り、花に見立てます。最後にさまざまな海藻や季節の草花などをバランスよく盛り付けていきます。まずは魚の際の部分をわかめで隠します。盛り付け全体をきれいに見せるポイントは、鯛とお皿の境目、魚の際をきちっとあしらいや海藻などでうまく隠すように盛り付けることが大事だそうです。今回はわさびの葉、鯛で作ったお花、腹の部分の実、カエデ、うつぎ、みょうが、花穂、かぎわらび、そしてより人参、より大根を散らし、よりうどを添えます。季節のあしらいを使うことで四季を感じられ、より華やかになりますね。姿作りの作り方はいろいろとありますが、今回ご紹介した作り方のいいと思った部分を参考にしていただければ嬉しいです。わからない点、聞きたいことなどコメント欄にて受け付けるので、ぜひ気軽に書き込んでください。紅タデ、わさび、アジサイで鯛の姿作り完成です。基本は左に紅立て、右がわさびですが、盛り付け全体のバランスを見て今回は逆に盛り付けました。いかがでしたか？鯛の姿作り参考になったよと少しでも思っていただけたらいいねボタンを押していただけると嬉しいです。次回もタイシリーズとしてタイの薄作り、カブト煮の動画をアップ予定ですので、そちらの質問等も事前に受付したいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。